こんにちは。いつも日本語を勉強している皆さんは、頑張っているのになかなか成果が出ないと悩んでしまうことないですか？今日はそんな皆さんにおすすめの学習方法を3つご紹介します。脳の仕組みを理解しながら効率的に学習していきましょう。皆さんは私たちの脳が新しい情報をどのように記憶していくかご存知ですか？例えば、こんにちはという単語を覚えたとします。最初は、こんにちはという音と文字の情報を脳の海馬という部分が一時的に記憶します。そして、こんにちはという言葉を何度も耳にしたり使ったりするうちに、神経細胞同士のつながりが強くなり、記憶が定着していきます。しっかり復習したり、十分な睡眠をとったりすることで、こんにちはは海馬から長期記憶を司る新皮質という場所に移動します。新皮質は脳の中の図書館のようなもので、一度ここに収納された情報は必要な時にすぐに取り出せるようになり、忘れにくくなります。こういった脳の仕組みを理解しながら、効率よく日本語を習得していきましょう。効果的な学習方法その1、アウトプットする。例えば、見るという動詞を覚えたとします。でも、実際に見るを使って文章を作ったり話したりしていますか？実は、インプットした情報を長期的に記憶し、実際に使えるようにするためには、アウトプットが必要不可欠なんです。脳は、使わない情報は重要でないと判断して、すぐに忘れてしまいます。逆に、実際に使われた情報は、これは必要な情報だと認識して、しっかりと記憶してくれるんです。そこで大切なのが、アウトプットです。では、具体的に、どんなアウトプットをすればいいのでしょうか。1、簡単な文章を作ってみる。私はテレビを見ます。昨日、面白い映画を見ました。最初は主語と目的語を入れ替えるだけでも OK です。2、先生や友達に実際に話してみる。週末は何を見ましたか？好きな映画は何ですか？簡単な質問から始めてみましょう。3、学んだ文法を使って短い日記を書いてみましょう。今日は新しいレストランに行きました。そこで美味しそうなパスタを見ました。日記には今日あった出来事と一緒に新しく覚えた単語を使うように意識してみましょう。このようにアウトプットには様々なレベルがあります。自分のレベルに合わせて無理のない範囲でアウトプットしていくことが重要です。言葉を実際に使ってみることで脳にこの情報は重要だと
認識させることができます。そして情報が長期記憶として定着しやすくなるのです。効果的な学習方法その2、学びたい科目やスキルを複数混ぜて学習する。異なる内容を交互に学習することで、脳は一度インプットした情報を忘れかけてはまた思い出すという作業を繰り返します。脳は情報を整理し直そうとするため、より深い理解と記憶につながると言われています。これはインターリービング学習とも呼ばれ、単一の課題を連続して学習するよりも、その後のテストでより良い成績を収めることがいくつかの研究で示されています。一つの学習だけを長時間続けていると集中力が低下し、学習効率が落ちてしまうことがあります。例えば毎日何時間もひらがなだけ練習したり、文法問題ばかり解いていると、脳が同じ刺激に慣れてしまい、学習効果が伸び悩んでしまうことがあります。そこでおすすめなのが、さまざまな科目やスキルを組み合わせて学習することです。例えば、一日の学習計画の中に異なる科目を組み合わせてみましょう。ひらがな練習30分。今日はあ行のひらがなを書いて、それぞれのひらがなから始まる単語を5つずつ書き出してみましょう。日本語の歌を聴く15分。好きな日本語の歌を聴きながらリラックスしましょう。歌詞を見ながら今日習ったひらがなを探してみるのもいいですね。簡単な文法ルールを学ぶ30分。ほにゃららです。ほにゃららます。ほにゃららたいです。など、基本的な文法ルールを学び、例文を参考にしながら自分で文章を作ってみましょう。日本語の動画を見てみる15分。初心者向けの簡単な日本語の動画を見て、どんな単語や表現が使われているのか意識して聞いてみましょう。このようにひらがな、リスニング、文法、スピーキングなど異なる種類の学習を組み合わせることで、脳はより多くの情報を処理しようと活性化し、結果的に学習効率の向上につながると考えられています。効果的な学習方法その3、復習は数日後に。せっかく覚えた単語や文法をしばらくしたらすっかり忘れてしまった。そんな経験ありませんか？人間の脳は残念ながら一度覚えたことを自然と忘れようとする働きがあります。これを忘却曲線と言います。この忘却曲線に逆らって記憶をぐっと定着させる方法は、適切なタイミングで復習することです。一度学習した内容を完全に忘れてしまう前に、意識的に思い出すことで、記憶は驚くほど定着しやすくなります。これは脳が忘れかけている情報イコール
重要な情報と認識し、より強く記憶しようとするためです。具体的な復習のタイミングとしては、学習した数時間後、翌日、3日後、1週間後、1ヶ月後などを目安に定期的に行うのが効果的だと言われています。例えば、今日新しい単語を10個覚えたとします。数時間後、単語帳を見ずに10個の単語を思い出してみましょう。翌日、もう一度単語帳を見ずに10個の単語を思い出してみましょう。3日後、さらに単語帳を見ずに10個の単語を思い出してみましょう。1週間後、1ヶ月後も同様に復習してみましょう。このように間隔を空けながら繰り返し復習することで、記憶はどんどん強固なものになっていきます。また、寝る前に軽く復習すると記憶に残りやすくなるという研究結果もあります。これは睡眠中に脳が記憶を整理・定着させる働きがあるためです。寝る前にその日に学習した内容を軽く見返すだけでも効果が期待できます。さあ、これらの脳科学に基づいた学習方法を実践すれば、あなたの日本語学習はもう怖くありません。楽しみながら効果的にレベルアップを目指しましょう。